仕事で成功したい人は営業力を身につけてください。こんにちは。一生使える勉強法を書いているアッキーです。それでは今回は漫画で学ぶ営業の超基本について解説していきます。営業マン300人を対象にしたアンケートがあります。その質問は他人に営業という仕事をお勧めするかです。その結果、約 57% の人がおすすめしないとネガティブな回答をしました。一方で質問の対象者を変えると結果は180度変わります。トップセールスと呼ばれる人に限定して同様の調査を行ったところ 97% がおすすめすると答えました。同じ営業という仕事をしていながらなぜこれほどの違いがあるのか。答えはシンプルです。成果を出しているかどうかです。成果を出していない営業マンは営業職に対してネガティブなイメージを持っています。一方、トップセールスマンは成果を出してお客様から信頼されて上司からも頼りにされ同僚からは羨ましがられます。そのため営業は素晴らしい仕事と自信を持って人に勧めます。成果が出せるようになれば営業が面白くなります。当たり前ですが、その当たり前が実現できないからこそ、6割近くの営業マンが自分の仕事にネガティブなイメージを持っています。営業は辛い。自分は営業に向いていない。営業をやめたい。そう思っている人も諦めるのはまだ早いです。売れる営業になるには正しい方法があります。この動画ではこれだけやれば売れるという方法を6個解説していきます。仕事で成功する人っていうのは営業力が必ずあります。仕事で成功したい、人生を変えたい人はこれを機に営業をしっかりと学んでください。この動画を見てためになった、自信が持てた人はいいねやコメントをください。売れる営業のポイントの1個目、商品を理解する。売れない営業マンが言いがちな言い訳があります。それは何か、商品に魅力がないから売れない。しかし実際には商品をしっかりと理解していないから売れていないことが多いです。営業の大前提として自分の会社の商品やサービスについてしっかりと理解して顧客に自分の言葉で提案できることが重要です。アポ取りも商談もプレゼンも商品理解ができていなければ必ず失敗します。営業テクニックを学ぶのはそれからでも十分です。商品の知識が浅いと会話が表面的になって自信を持って商品を進められないです。自信のない営業っていうのは当然ですが顧客から信頼されないです。商談をするとき顧客はこの会社と契約して大丈夫か不安を抱いています。商品理解が不十分な営業っていうのは商談を通してその不安をなくすことができなければ契約はしてもらえないです。仮に契約ができたとしても商品や自社の魅力が十分に伝わっていないため他社との価格競争に陥りやすく値下げで勝負するしかなくなってしまいます。また商品理解が不十分だと顧客に間違った情報を伝えできない約束をしてしまいます。これがトラブルに発展する可能性もあります。商品理解を徹底することは顧客に対する最低限のマナーです。営業テクニックを覚える前に、まずあなたが売っている商品の理解を深める。これを必ず忘れないでください。続いて、売れる営業のポイントの2個目、ベネフィットを伝える。商品を売るには商品の知識を頭に叩き込むだけでは不十分です。顧客が本当に知りたいのは商品の機能や性能ではないです。本当に大切なのはその商品がどのような価値を自分に提供してくれるのかといったベネフィットです。例えば医者に薬を出してもらうとき、医者が薬の成分や名前や他の薬とどう違うのか、何が優れているのかを長々と説明し始めたらどう思いますか？あなたはきっとこう思うはずです。そんなことよりもこの薬が何に効くのか、辛い症状がどう改善されるのか教えてほしい、そう思うはずです。医者が薬の名前や成分や効果を覚えるのは当然ですが、
患者にとっては症状さえ治れば OK です。営業の場合も同じです。営業マンが商品知識を身につけて顧客の質問に答えられるようにするのは基本中の基本です。ただし商談では自社の商品やサービスが顧客にとってどう役に立つか、それを提案することが求められます。ここでいい例と悪い例を紹介します。まずは悪い例です。この商品には A という機能や B という機能があり、他社の製品よりも優れています。その点が様々な顧客に選ばれています。そして次にいい例です。御社が目標を達成するには、〇〇という課題をクリアする必要があります。そのためにこの商品を活用いただくことで、その課題を解決できます。一つ目の悪い方のトークでは商品の機能や性能しかわからないです。一方で二つ目のいいトーク例は相手の目指す理想の形や課題を理解した上で問題解決のシーンを想定してその課題が解決される流れで伝えています。後者のような提案をすることでベネフィットが相手に伝わって必要性を理解してもらいます。そのためには商品の基本知識に加えてその商品がどんな価値を顧客に提供できるのかイメージできるようにしてください。商品の価値に注目することで自然と売れる提案ができるようになります。続いて売れる営業のポイントの3個目、圧倒的な数をキープする。営業マンの悩みのうち多くを占めるのがアポイントが取れないことです。電話をかけても訪問しても多くの場合は門前払いを受けます。しかし顧客から断られることはどんなに売れる営業マンでも経験するごく自然なことです。大切なのは圧倒的な行動量をキープすることです。電話をしなければアポイントも商談も始まらないです。目指す売上に対してどのくらいのコール数が必要なのか逆算して考えてください。あなたが売れるようになるために必要なステップは6つあります。1つ目は受注件数です。例えば年間1億円の売上目標に対して単価1000万円の商品を売るなら10件必要です。2つ目はプレゼンの件数です。商談をして受注できる確率が 60% なら必要な受注件数は10件割る 60% で17件の案件が必要です。3つ目は必要な商談数です。最初の商談から具体的な案件のプレゼンに進む率が 30% であれば17件割る 30% で57件の商談が必要です。続いて4つ目は必要なアポイント数です。アポイントから商談に進む確率が 90% だったら57件割る 90% で64件のアポイント数が必要です。続いて5つ目は必要なコンタクト数です。担当者にコンタクトが取れてアポイントが取れる率が 15% であれば64件割る 15% で427件のコンタクトが必要です。最後6つ目は必要なコール数です。コールして担当者にコンタクトできる率が 15% であれば427件割る 15% で2847件のコール数が必要です。このように売上目標から逆算することで目標を達成するために何件の電話が必要かが分かります。年間約3000件のコール数をこなすのは難しく思いますが営業日数を245日とすれば1日約12件になります。営業時間が7時間と考えると1時間に 1.7 件こなせば OK です。こうして分解すると商談だったり他の業務があったとしても十分クリアできる数であることが分かります。まずは目標をしっかりと設定してそれを具体的な行動に落とし込んでください。続いて売れる営業のポイントの4個目、課題と解決策を見える化する。営業っていうのは顧客が抱える課題とその解決策を見える化することが大切です。それで初めて問題解決に向けた提案ができます。このような姿勢は商談よりも前のアポイントを取る段階から求められています。顧客の課題と解決策が見えていれば、この顧客は〇〇のような課題を抱えている。だからこの商品を活用することで課題解決に貢献できるといった仮説を立てて営業トークを組み立てられます。
この仮説を立てるためには、まず顧客のペルソナとニーズ、そして課題解決のプロセスを明確にすることが重要です。ペルソナとは相手企業の社員の数や企業規模などの基本情報、業界内での立ち位置のことです。これを理解した上で彼らがどのような理想を持っていて、どんな課題に悩んでいるかを明確にします。例えば製薬会社に医療情報担当者の研修を提案する場合、次のように分析します。ペルソナは大手製薬会社で各担当者の社歴は様々。ニーズは医師や医療スタッフ向けに医薬品を提案するため、あらゆる薬品に正確な知識が求められる。他社に比べて社歴や経験値の差があるため、それを埋める必要がある。そして問題解決のプロセスは、個々の担当分野に合わせた学習の導入を提案。忙しくて学習時間が取れない人向けに5分程度で学べる動画を使ったマイクロラーニングを提案する。これらの仮説をもとに研修に対する意識調査やマイクロラーニングの実験データといった情報を提供しながら、導入のための検討材料や障壁をさらに深掘りしていきます。この時大切なのは、この商品を売り込みたいといった自分の都合ではなく、あくまでも相手の視点に立って課題を設定して、そこに自分の商品を当てはめることです。このようにまずは顧客視点に立って顧客の課題と解決策を見える化して、それに合わせた解決策を提案するようにしてください。続いて売れる営業のポイントの5個目、後出しじゃんけんをする。商談の基本は相手にとってのベネフィットを意識して課題を解決する提案を行うことです。そのために商談前に情報を集めて顧客の分析を行って、課題と自社製品を使った解決方法について仮説を立ててトークを組み立てます。ただし用意した仮説をシナリオ通りに話すのはダメです。例えば注文してもいない料理を料理人があなたはこれが好きですよねと用意して待ち構えていたらどう思いますか？もし外れていたら単なる押し付けになります。このようなやり方は賭けみたいなものです。しかし営業はギャンブルではないです。確実に勝つ提案をすべきです。そのために有効なのが後出しじゃんけんです。相手より先に自分の手を出してしまえば勝てる確率は3分の1ですが、後出しだったら確実に勝てます。まず大切なのはあなたが話しすぎないことです。商談は用意した提案を披露する場ではなくて、仮説の答え合わせをする場です。そのためには自分ではなく相手に話してもらうことが大切です。例えば次のような質問であなたの仮説を答え合わせしてください。この業界では〇〇といった課題を持っている企業が多いと聞きました。御社はその点どのように考えていますか？このように事前の準備と現場でのヒアリングで相手のニーズを確認して仮説の答え合わせをしていきます。そして課題を解決する手段として自社の商品やサービスを紐付けします。これで相手からうさんくさいと思われることなく自社の製品を売り込むことができます。続いて売れる営業のポイントの6個目、イエスをもらえる質問から始める。売れない営業ほど商談の時に何か課題はありませんか？お困りのことはありませんかといった質問をしてしまいます。課題を欲しがるばかりに焦ってストレートな質問をしてしまいます。しかしこれは相手がありませんと答えた瞬間、試合終了になるリスクの高い質問です。関係が浅い相手に心を開いてくれる顧客は少なく、相手自身が課題に気づいていなければどう頑張っても課題にたどり着けないです。そこで信頼関係を作るために小さなイエスを積み重ねる質問が有効です。このようなテクニックをイエスセット法と呼びます。例えば毎年中途採用していませんかといった事前に調べることが可能な質問や、御社では人材不足が課題なのですねなどの事実を確認するための質問は、はいそうですと答えやすいです。このような質問をいくつか使い、本命の前に小さなイエスを積み重ねて、顧客を自分は相手に同意しているという心理状態に導きます。この時大切なのは、イエスかノーで答えられるクローズドクエスチョンをすることです。
クローズドクエスチョンを意識して相手と信頼関係を作ってください。解説は以上です。営業という仕事はノルマや競争といった厳しい側面から見ると苦しく辛く大変なところばかりに目が行きます。しかし課題解決ができれば顧客を成功へと導くことができて感謝されることも多いです。つまり顧客をよりいい社会、いい世界に導く案内人のような役割を持っています。たとえ営業を辞めたとしても営業の基本をマスターすれば仕事で一生役に立ちます。この動画を参考にしてあなたもぜひ営業スキルを身につけてください。本の方も読んで営業の超基本を学んでください。今回の解説が勉強になった、モチベーションが上がったという人はいいねやコメントをください。本日もご覧いただきありがとうございます。では次の動画でお会いしましょう。